こんにちは、コロです。足が軽くなった感覚をガーミンの数値で確認する方法を自分で書いたブログをもとに要点と考えを整理しました。では本編をどうぞ。いやー、なんか今日足が軽いなーって感じることありますよね。ランナーなら誰でもあると思うんですよ。でもそれって本当に自分が成長してる証拠なんでしょうか。それともただの気のせい。今回はですね、プロのコーチとしての視点と、あとはサイエンスライターの視点、この両方からランナーなら誰もが持つこの疑問をもう徹底的に掘り下げていきたいと思います。あなたのその腕にあるガーミンのデータをフル活用して、その感覚を確かな数値に変える、その方法をね、解き明かしていきましょう。さあ、早速本題に入っていきましょうか。これランナーなら本当に誰もが思う疑問ですよね。今日はなんか足がよく回るなっていう日もあれば、なんだか重いなって日もある。この感覚っていう物差し、一体どこまで信じていいものなのか。実はですね、サイエンスの視点から見ると、この軽いっていう感覚の裏側には、ちゃんと心拍数だとか足の回転数だとか、そういう測定できる客観的なデータが隠れていることがほとんどなんですよ。はい、ここでコーチとしてまずすっごく大事なことを一つ言わせてください。足が軽いっていうのは必ずしも速いってことじゃないんです。これよく勘違いされるんですけどね。ただ力任せに腕を振って足を動かしてるんじゃなくて、全身がうまく連動して滑らかにスーッと走れてる状態、この感覚の総体こそがまさに走りの効率なんですよ。つまり無駄なエネルギーを使わずに賢く前に進めてるよっていう体からのサインなんです。さて、その効率を語る上でもう絶対に避けては通れないのがこの有名な数字ですよね。1分間に180歩っていうあのルールです。あなたも一度は聞いたことあるんじゃないでしょうか。じゃあこの180っていう数字、どこから来たのか、サイエンスライターの視点でちょっと解説しますね。これ実は1984年のオリンピックまで遡るんですよ。かの有名なコーチジャック・ダニエルスさんがトップ選手たちの走りを分析した結果、これらのほとんどが1分間にだいたい180歩のリズムで走ってるぞっていうのを発見したんです。それ以来もうランニング界では一種の黄金律みたいにずっと語り継がれてきたわけですね。もちろんこの180っていう数字がここまで広まったのにはちゃんとした理由があるんです。コーチの立場から見てもピッチ、つまり足の回転数を高く保つのってメリットがたくさんあるんですよ。まず着地の衝撃が和らぎますよね。それからオーバーストライド、つまり歩幅が広すぎてブレーキをかけちゃうのを防いでくれる。で、体が上下にぴょんぴょん跳ねる動きも減る。その結果どうなるかっていうと、全体的な燃費が良くなるわけです。だから多くの人にとってすごくいい出発点になるっていうのは、これは間違いない事実なんです。しかしここからが今日の話の一番大事なところです。もしもその誰もが信じてきた常識があなたにとっては不正解だとしたら、この誰もが当てはまるはずだと思われていた数字が実はただの神話に過ぎないとしたらどうでしょう。この違い、このスライドがすごくわかりやすく示してくれてますよね。左のガイドラインっていうのはいわば既製品のスーツみたいなもの。多くの人にはまあまあ合うかもしれないけど、完璧にフィットするわけじゃない。でも右のあなたの最適解っていうのは、あなたの身長とか脚の長さ、筋力に合わせて作られた完全オーダーメイドのスーツなんです。どっちがあなたのパフォーマンスを最大限に引き出してくれるか、もうわかりますよね。じゃあそのオーダーメイドのスーツ、つまり自分だけの最適なピッチってどうやって見つければいいんでしょうか。そのためにですね、実は多くの人がすでに持っているものすごくシンプルでかつ強力なツールがあるんです。それを紹介しましょう。コーチとして僕が強くおすすめしたいのが、トレッドミルをトレーニング器具としてじゃなくて計測器として使うっていう方法なんです。これ何がすごいかっていうと、速度が一定に保たれるからペースっていう一番厄介な変数を固定できちゃうんですよ。そうするとあなたは純粋に自分の歩数、つまりピッチだけをいろいろ試して、このリズムが一番楽だなとか、こっちの方が効率いいなっていうのを自分の体と対話しながら見つけられる。これって最高の自己分析ラボだと思いませんか？さて、ここからがこの分析で一番面白くて、そしてもしかしたらちょっと直感に反するかもしれない部分に入っていきます。あなたのガーミンが示しているケイデンスのデータ、その数字が本当に伝えようとしている隠されたメッセージを解き明かしていきますよ。はい、これが今回一番の最重要ポイントです。いいですか？よく聞いてくださいね。
多くの場合、ランニングの後半で疲れてくると、一歩一歩で地面を蹴る力って当然弱くなりますよね。それでも同じスピードを維持しようとして、体は無意識に足の回転数を上げて、いわば手数を増やしてごまかそうとするんです。これ実はあなたのエンジンが悲鳴を上げている証拠なんですよ。同じ速度を出すためにより多くの燃料を燃やしてるってこと。まさに燃費が悪化している危険信号なんです。まさにこのメカニズムをこのスライドが完璧に説明してくれてます。科学的に見ても体の中ではまさにこの連鎖反応が起きてるんです。まず疲労が来る。で、一歩あたりのパワーが落ちる。でもスピードは維持したいから無意識にピッチを上げる。これって例えるなら、ガス欠寸前の車でアクセルを必死に何度もちょこちょこ踏み込んでるようなもんなんですよ。エンジン音だけはうるさくなるのに、スピードメーターの針は全然上がらない。これほど非効率なことってないですよね。はい、理論は分かりましたと。じゃあこれをどうやって実践に生かせばいいのか。ここでいよいよあなたの腕にあるガーミンのデータが主役になってきます。実際のデータ見てみましょうか。これ今回の情報元であるブログのフィッシャーコロさんの実際のデータなんですけど、これがまた非常に面白い。コーチとして見ても彼のこの洞察力は素晴らしいなと思いますね。普段の練習では平均193歩でもスプリント走になると最高で225歩まで跳ね上がっている。これこそスピードが上がれば効率的なピッチも自然と高くなるっていう、もう完璧な証拠なんですよ。そうなんです。ここがめちゃくちゃ重要。探すべきはどんな時でも絶対に守らなきゃいけないたった一つの魔法の数字じゃないんです。ゆっくり走るジョグのペース、目標にしているマラソンのペース、そして全力で走るインターバルのペース、それぞれのスピードによってあなたにとって一番効率のいいピッチの範囲、これを見つけ出すこと、それこそが本当のゴールなんですよ。で、この深い分析を可能にしてくれてるのがガーミンのランニングダイナミックスっていう機能なんですね。なんか難しそうって思うかもしれないですけど、全然そんなことないです。要するにあなたの走りを連臂っていう視点から見えるようにしてくれる技術のこと。ピッチが上がると自然と地面に足がついてる時間、つまり接地時間は短くなるし、体が上下に跳ねる上下動も小さくなる傾向がある。この3つのバランスが効率のいい走りの鍵を握ってるわけなんです。さあ、いよいよまとめです。ここまでの話を全部踏まえて、じゃああなたが明日から何をすべきなのか、その一番大事なポイントをお伝えしますね。最後にコーチとして皆さんにこの希望に満ちたメッセージを送りたいと思います。情報元のコロさんはブログでこう言ってるんです。160センチという体格は最強の低燃費エンジンになれるって。これって実はどんな体格の人にも当てはまる真実なんですよ。自分の体を正しく理解してデータをうまく使って最適化していけば、誰だって自分上最高の効率的なランナーになれるんです。だからあなたの最終的なゴールっていうのはただ速く走ることじゃない。レースの後半本当にきつくなってきたその時にいかに効率を落とさずに走り続けられるか、それを可能にするあなただけのピッチの範囲、いわば魔法の数字を見つけ出すこと、ガーミンを最高の相棒にしてこの探求を続けていくことこそがサブ2みたいな高い目標を達成するための最も賢い近道だと僕は確信しています。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。今日の動画では語り尽くせなかった内容をブログで深く掘り下げています。概要欄のリンクからすぐに読めるので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。コロでした。